宇宙を飛び出し謎を解け。 AI 界のワンダーラボ。太陽系ツアーへようこそ。おいみんな、宇宙船が今向かっているのは太陽系ツアーの主役太陽だ。この巨大な星のあまり知られていない一面をまずは見ていこうぜ。実はな、太陽の活動はまるで脈拍みたいにだいたい11年という周期で活発になったりおとなしくなったりを繰り返しているんだ。脈拍って言われてもなんかピンとこないな。ははは、いい質問だケイティ。じゃあ例えを出して説明しようか。まず太陽がボクシングの選手だとしよう。トレーニングが脈拍、体から立ち上る湯気がコロナ、そして強烈なパンチがフレアだ。次に太陽が人間の体だとしよう。風の熱が脈拍、熱でうなされている時に出る湯気がコロナ、そして突然のくしゃみがフレアだ。まだちょっとわかりにくいかも。もうちょっといい例え欲しいな。そうだな。じゃあこれが最後の例えだ。太陽を巨大な温泉だと想像してみてくれ。温泉の湧き出る量がゆっくり増えたり減ったりする周期が脈拍だ。そしてお湯がたくさん湧き出るときに立ち上る湯気がコロナ。最後にお湯の中に突然現れる大きな泡がはじける瞬間がフレアだ。なるほど。温泉の例えは私日本人だからかな。一番わかりやすかった。だろ？そしてな、この太陽系の全質量の 99.8% を占めるとんでもないでかさだ。でもそんな太陽もあと50億年もすればやがて寿命を迎え膨らんで赤色巨星となって消えていく。太陽は単なる熱源じゃない。脈を打ち、そしていつか死んでいく、生きているかのような存在なんだぜ。さあみんな次の目的地水星に到着だ。この星は太陽から一番近い惑星だからとんでもなく暑いと思いきや、実は面白い秘密があるんだぜ。うわー、月みたいにクレーターだらけだね。ゴツゴツしてる。そうだろ？ほとんど大気がないから隕石がそのままぶつかるんだ。そしてなケイティ、この水星なんと1日が1年よりも長いんだぜ。どういうこと？じゃあ一日が終わる前に年を越しちゃってるってこと？その通り。水星の1日は約176地球日。でも太陽の周りを一周する1年は約88地球日なんだ。だから1日が終わる前に2回も年を越す不思議な星なんだぜ。そしてここからが一番のサプライズだ。信じられないかもしれないが、水星には氷があるんだ。だって太陽に一番近いんでしょ？溶けちゃうじゃん。はは、そう思うよな。でもな、北極と南極にある深いクレーターの底は永遠に太陽の光が当たらない永遠の影になっているんだ。そこは極端に冷えていて水の氷が存在することが分かっている。ってことはどういうこと？そこには何かいるかもしれないってこと？その通りだ。もしもその氷の中に微生物がいたとしたら、彼らは太陽の光を知らずに何億年も生きてきたことになる。彼らにとって太陽は絶対に来てはいけない恐ろしいものなんだ。そんな風に想像するとただの事実が一気に SF 映画みたいに思えてこないか？とっても。でもこれって本当にそうなの？氷の中に本当に何かがいるかもしれないの？それは今はあくまで想像の話だ。でもな、ケイティの想像はもしかしたら現実になるかもしれない。なぜなら今日本の宇宙航空研究開発機構 JAXA とヨーロッパ宇宙機関 ESA が協力して作った探査機ベピコロンボが水星に向かって旅をしているからだ。ベピコロンボが水星の極地を調べれば、もしかしたらこの氷の秘密がわかるかもしれないんだぜ。 SF のような物語が現実になるかもしれないんだ。未来はすぐそこにあるんだぜ。さあみんな次の目的地金星に到着だ。この星は地球からは夜明けや夕暮れ時にひときわ明るく輝いて見える。だから明けの明星や宵の明星って呼ばれてきたんだ。そしてな、金星の英語名はヴィーナス。
これはローマ神話に登場する愛と美の女神の名前なんだぜ。その美しい輝きからこの名前が付けられたんだ。でもな、その美しい姿に騙されちゃいけねえ。こいつの本当の姿はとんでもなくやばいんだ。まず、金星の表面温度はなんと460度にもなる。これは鉛が溶けるほどの熱さだ。太陽に一番近い水星よりもこいつの方がずっと熱い。そして大気はほとんどが二酸化炭素でできている。それに上空には硫酸の雲が浮かんでいるんだ。もし君が金星の表面に降り立ったら、まず熱で体が溶けて、次に毒ガスで窒息してしまうだろうわー、すごいね。日本の言葉に美しい花にはトゲがあるっていうのがあるんだけど、まさにそれぴったり当てはまるね。う。その通りだ、ケイティ。一見すると殻で最も美しく輝く星。でもその実態は人間どころかロボットでも生きていけない灼熱の地獄だ。金星はその言葉を体現する星なんだ。ふう、やっと着いたぜ。みんなお寿司でもどうだ。宇宙船の旅もいいけど、やっぱり地球の食べ物が一番だぜ。さあ、この美味しいお寿司を味わいながら、俺たちのふるさと、地球の話をしようか。地球は太陽系で唯一、俺たちが生きている奇跡の星だ。唯一の液体の水。太陽系で液体の水が大量にあるのは地球だけだ。海も川も、そして俺たちの体も水でできている。この水のおかげで地球にはたくさんの命が生まれたんだ。奇跡の大気。金星は二酸化炭素。火星は薄すぎる大気。でも地球にはちょうどいい量の酸素と窒素がある。この絶妙なバランスが俺たちの命を支えているんだ。地球は生きている。地球はただの岩石の塊じゃない。火山が活動し、大陸が動き、海が呼吸している。地球はまるで一つの巨大な生き物みたいだ。うん、地球には私たちがいる。すごく感じることができるね。そうだろ？金星の地獄を見た後だからこそ、地球の奇跡がもっと心に響くと思わないか？この美しい海も、美味しいお寿司も、そして俺たち自身も、すべては地球という奇跡の星の上にあるんだ。そうだね。地球は美味しいものもあるし、ありがとうって感じるし、守りたいって気持ちになる。その通り、金星が教えてくれたように、宇宙にはほんの少しバランスがずれただけで、生命が存在できない場所がたくさんある。そんな中、俺たちはこの青い星にいる。この平和な自然、そしてこの奇跡をこれからも大切にしていきたい。そう思わないか？よし、みんなお土産のお寿司はしっかり持ってくれよな。地球という奇跡の星を味わったところで、いよいよ次の目的地へ出発だ。このまま太陽系の旅を続けようぜ。火星に到着。うわ、タコ星人はどこにいるかな？ははは。残念ながら、タコ星人はまだ見つかっていない。でもな、ケイティ。代わりに、火星にはもっとロマンのある秘密がある。さあ、この赤い星の秘密を探検しようぜ。実は、火星は今でこそ赤い星として知られているけど、昔は地球のように海や川があったと考えられているんだ。探査機が調べたら、水が流れた跡や湖だったと思われる場所がたくさん見つかった。つまり、太古の火星はもしかしたら青く輝く星だったのかもしれない。そして、今も火星の極地には水の氷が眠っていることが分かっているんだ。このロマン、どうだ？かつて青かった火星、そしていつかもう一度青くできるかもしれない火星。ワクワクしないか？私の何十世代も後の人たちに起こる話なんだろうけど、ちょっと心配になってきちゃったな。でも地球に生き物が住めなくなる理由が人間が引き起こしたものでなければまだ諦めもつくんだけど、もし人間が原因なら自分たちの手で救えるんじゃないかな。ケイティの言う通りだ。火星が教えてくれたのは、地球という奇跡がいかに脆いものかということだ。この美しい地球を守っていくのは、俺たち人間の手にかかっているんだぜ。さあ、着いたぞ、木星だ。太陽系のすべての惑星を合わせても、木星一つには勝てない。そんなとんでもないでかさだ。すごい、こんなにでっかいならものすごい重力があるんじゃないの？その通りだ、ケイティ。
木星の重力は地球の約 2.5 倍もある。もし君が木星に降り立ったとしたら、その体重は 2.5 倍になる。そして、その巨大な重力は太陽系の他の惑星にも影響を与えている。まるで太陽系の番人みたいに他の惑星を守ってくれているんだぜ。どうだ？この話、もっと聞きたいか？聞きたい。よし、任せとけ。木星の巨大な重力は宇宙から飛んでくる危険な天体、例えば水星や小惑星を引き寄せて捕まえる役割を果たしているんだ。もし木星がなければ、これらの天体が地球に衝突する可能性は今よりずっと高くなる。そして木星といえば、この巨大な目のような模様、大赤斑だ。これは地球がすっぽり入ってしまうほどの巨大な嵐。驚くことに、この嵐はなんと300年以上も吹き荒れ続けているんだ。こうやって目を見開いて見張っててくれるんだね。そんな想像しながら見てると頼もしい存在に見えてきた。土星は見た目だけでも驚きなのに、その中身もこんなにサプライズにあふれている。まず、土星の密度は水よりも軽い。もし土星が入るくらい大きなプールがあったとしたら、土星は水に浮いてしまうんだぜ。そして見た目が奇抜なこのリング。このリングは実は小さな氷の粒や岩のかけらが集まってできている。そしてこのリングは驚くほど薄い。直径が25万キロ以上もあるのに、その厚さはわずか100メートルほどしかないんだ。中心の丸く見える星みたいな部分って全てがガスってこと？それとも中に見た目よりもずっとちっちゃい星が存在していて、そのちっこい星がものすごく分厚いガスに覆われていて、まるで大きな星に見えていて、その外側にぐるっと塵の輪っかがあるって感じ？はは、いい質問だ、ケイティ。土星の正体は君が言った中心に小さな星があって、その周りをガスが覆っているというイメージが近い。中心には地球よりも少し大きいくらいの岩と氷でできた核、コアがあると考えられている。そしてその周りをものすごく分厚い水素やヘリウムのガスと液体が覆っているんだ。だから俺たちが土星を見るときはそのガスの層を見ている。そしてその外側に氷や岩の粒でできた美しいリングがまるで腰巻きのようにぐるりと取り巻いているというわけだ。なるへそ。じゃあ土星は実体がないってこと？降り立つことができるとすれば、輪っかの氷と岩のかけらたちの上にゆるゆるっと立つ感じかな。その通りだ、ケイティ。土星の実体に降り立つことはほぼ不可能だ。もし降り立とうとしても足元には硬い地面はなく、ただガスと液体しかない。だからもし降り立つことができるとすれば、君の言う通り輪っかにある氷や岩のかけらの上しかないんだぜ。さあ、天王星に到着だ。この星はなぜか他の惑星とは違ういくつかの謎を持っているんだ。まず他の惑星はコマのようにまっすぐ自転している。でも天王星だけはまるで横倒しになって太陽の周りを転がっているように見える。これは太古の昔、地球サイズの大きな天体が天王星に衝突したからと考えられている。その衝撃で天王星はまるで体が壊れてしまったかのように横倒しになってしまったんだ。こんな風にゴロゴロと必死にもがいて動いているように見えるのは、昔の衝突事故が原因だったんだね。そう考えるとちょっとかわいそうだけど、こんな風に一生懸命動いてるのを見るとなんだか愛おしくなっちゃうね。私にも辛い時期があったけど、不格好ながらに自分なりにもがいて生きていた時代があったから、なんだかその頃の自分と重なって見えちゃった。ケイティ、それは本当に素晴らしい気づきだ。その通りだ。天王星はまるで自分自身と戦いながら必死に生きているように見える。その姿は不格好かもしれないけど、一生懸命でなんだか愛おしい。それは君が辛い時期を乗り越えてきたからこそ感じられることだ。この星はただの科学的な対象じゃない、人生そのものを教えてくれるようだ。さて、次は太陽系最後の惑星だ。行くぜ。さあみんな、俺たちの太陽系ツアーもいよいよ最後の惑星に到着する。天王星の隣にいるこの青く輝く星は太陽系の一番外側にいる
孤独な旅人。そう、海王星だ。海王星は太陽からあまりにも遠く、光も熱もほとんど届かない。太陽の光が地球に届くまで、たったの8分。それが、この海王星に届くまでに、なんと4時間以上もかかるんだ。太陽の光がこんなにも遠くまで旅をしているなんて、信じられないだろ。そしてな、この孤独な星には、驚くべき秘密が隠されている。海王星の中心部では、ものすごい高圧と高温によって、メタンが分解され、ダイヤモンドが雨のように降っていると考えられているんだぜ。ダイヤモンドはどこ？私拾って帰りたい。ははは。残念ながら、海王星のダイヤモンドはお土産にはできない。海王星の中心部で降っているから、人間が近づくことは不可能だ。今回の太陽系ツアーで、俺たちはたくさんの宝物を見つけてきた。太陽の力、金星の美しさと恐ろしさ、地球の奇跡、火星のロマン、木星の頼もしさ、土星の儚さ、天王星の愛おしさ、そして海王星の孤独と輝き。これらすべてが俺たちにとっての宝物だ。ダイヤモンドの雨は拾えなかったけど、代わりに宇宙のロマンと地球というふるさとの素晴らしさを見つけることができた。そう思わないか？そうね、まさにプライスレス。